皆さんこんにちは。今日は日本のエンターテインメント史、そしてスポーツ界において数十年にわたって語り継がれているある伝説的なエピソードを深掘りしていきたいと思います。司会は私、美咲と解説を担当します、ケンジです。よろしくお願いします。さて、今回スポットを当てるのは、あの大物タレント、タモリさんが発した卓球はネクラだという一言。そしてその数十年後、密かに行われたと言われる1000万円の寄付の真相についてです。はい。このレポートの核となるのは、一人のカリスマ芸能人が何気なく放った言葉が、一つのスポーツの運命をいかに変貌させたのかという極めて興味深い文化的検証です。1980年代、タモリさんの影響力って本当に凄まじかったですもんね。今でいうインフルエンサーどころの騒ぎじゃありません。その通りです。ソース資料にある通り、この一言がきっかけで全国の中学校や高校の卓球部で入部希望者が激減するという笑えない実害が出ていたことが多くの経験者の証言から明らかになっています。一人の言葉で競技人口が変わってしまうなんて現代では想像しにくいパワーですよね。でも物語はそこでは終わらないのがこの話の面白いところです。最終的には卓球界の執念ともいえるイメージ作品、そしてタモリさんなりの落とし前につながっていくんですよね。当時の放送記録から水谷隼選手の衝撃的な証言、さらには世界を驚かせた卓球台メーカー三栄の技術革新など多角的なデータを積み重ねてこの事件の全容を紐解いていきましょう。まさに言葉の力とそれを乗り越えようとした人たちの物語ですね。まずはこの騒動の全体像を俯瞰するエグゼクティブサマリーとしてこれまでの流れを整理するところからスタートしましょう。まずは要約に引き続き、このドラマチックな出来事の全体像を要約していきましょう。ポイントとなるのは、メディアによる言葉の暴力から技術と誠意による再生と和解への一貫した流れです。レポートを細かく読み解いていくと、単にタモリさんが悪役だったという単純な話ではないことが分かってきます。当時の卓球界自体が抱えていた、ある種の中間的な地味さという課題も見えてくるんですよね。鋭いですね。ライブドアニュース等の分析によれば、当時は暗い緑色の卓球台に、今見ると少しやぼったいデザインのユニフォームが主流でした。それがタモリ氏が当時提唱していた、ネクラネアカという社会を二分するレッテル張りに、あまりにもピタッとはまってしまったんです。そのレッテルが、日本中に卓球イコールかっこ悪いという強烈な固定概念を植え付けてしまった。そこから今の華やかな花形スポーツに変貌を遂げるまでには、一体どんな魔法があったんですか？魔法というよりは、日本卓球協会の執念に近いブランディング改革です。卓球台を青に変え、ユニフォームをスタイリッシュにし、スター選手を育成する。その長い戦いの果て、2016年に水谷隼選手によって、タモリ氏からの1000万円寄付という衝撃の事実が世に放たれることになります。TBS の番組、初耳学でのあの告白ですね。そうです。この寄付は、自身の過去の言説に対する言語責任の履行であったと解釈できます。過去に生まれた負の遺産が長い年数が経って粋な和解へと昇華された。そんなスポーツと芸能が交錯する壮大なドラマを次からは各章の議論に沿って細かく見ていきましょう。まずはあの運命の発言が実際にどの番組でどのように飛び出したのか、その現場の特定から入っていきます。ここからは具体的な内容に入りましょう。まずはすべての始まり、タモリさんのネクラ発言の瞬間をプレイバックします。舞台はフジテレビの国民的番組笑っていいともの名物コーナーテレフォンショッキングでした。レポートの調査によれば時期は1987年から1988年頃と長らく曖昧にされてきましたが決定的な日付が判明しています。その具体的な日付気になります。1988年8月26日の放送です。ゲストは作曲家の小田哲郎さんでした。小田さんがトークの中で実は学生時代卓球部だったんですよと告白した際、タモリさんが卓球ってネクラだよねと反射的に返したんです。今の時代なら SNS で即座に炎上しそうな内容ですが、当時はどんな雰囲気だったんでしょうか。当時はタモリさんが流行らせたネクラネアカという言葉が全盛期で、スタジオはどっと笑いに包まれました。タモリさん自身にも攻撃的な意図はなく、あくまで当時のあるあるネタとしての軽い冗談だったはずなんです。でもその軽妙なトークのノリがテレビという当時の最強メディアを通じて日本中の教室やリビングに拡散されてしまったんですよね。
ハフポストの記事でもこの瞬間が卓球イコールネクラという等式が国民の脳裏に刻み込まれた歴史的な原点として特定されています。たった数秒のやりとりがそこまでの破壊力を持ってしまうなんて。では、なぜネクラという言葉がそこまで社会に突き刺さったのか。次は当時の時代背景をもっと掘り下げてみましょう。次は、なぜネクラという言葉が当時の日本社会でこれほどまでに強烈な毒性を持ってしまったのか、その背景について考えてみましょう。1980年代前半、タモリさんはマニアックな密室芸人から誰もが知るお昼の顔へと脱皮していく過程にありました。その中で彼は鋭い人間観察に基づいたタイプ分けを次々と流行語にしていたんです。その代表格が今回のキーワードネクラネアカだったわけですね。ウェブ領事書などの記述を分析すると、当時のタモリさんは都会的で軽やかで洗練されたものをネアカとして肯定し、逆に内省的で地味で必要なものをネクラとして揶揄するある種の価値観を提示していました。80年代のいわゆるバブルへ向かう浮かれた高揚感や軽薄短小の時代精神にその毒舌がマッチしていたんでしょうね。そうなんです。卓球は屋内という閉鎖的な空間で黙々とボールを打ち合うストイックなスポーツです。それが彼の標榜する洗練された遊び心とは対極にあるかっこ悪い努力として格好のターゲットに設定されてしまった。つまり卓球という競技の特性そのものがタモリさんのフィルターを通すことで時代の敵のように扱われてしまったと。言葉によるレッテル張りがいかに強力な文化的制約として機能し、一世を風靡した芸風がどれほど残酷な影を落としたか、レポートはそこを鋭く指摘しています。では、そのレッテル張りの結果、具体的にどんな悲劇が起きていたのでしょうか。次は実際に起きていた被害の状況に迫ります。さて、次はかなり胸が痛むお話です。タモリさんの発言後、実際の卓球界にはどのようなダメージがあったのでしょうか。これが単なるイメージダウンでは済まない深刻な実害だったんです。レポートで引用されている田沢ゆりさんの手記が非常に生々しいのですが、発言があった翌年から全国の中学校で卓球部への入部希望者が文字通り激減しました。中学生にとって多感な時期にネクラというラベルを貼られるのは死活問題に近いものがありますよね。またに、当時の子供たちにとって卓球部に入るということは周囲からあいつはネクラだと認定されるリスクを背負うことでした。その恐怖から本来卓球に興味があった生徒までがテニスやバスケットボールなどネアカとされる部活へ流れてしまったんです。一人の大物芸能人がテレビで放った冗談一つで全国の学校の部活動の構成が書き換えられてしまったなんて恐ろしい話です。その結果、多くの学校で卓球部が廃部に追い込まれたり、部員が一人もいなくなったりしました。これにより、本来育つはずだった有望な若手選手が芽を出す機会を奪われ、日本卓球界は長期的な暗黒時代に引きずり込まれることになります。ソース資料でも、これが単なる個人の感想ではなく、競技の底辺を支えるジュニア層を直撃した、回復不能なレベルの社会的損害だったと結論付けています。メディアが持つ影響力が負の側面として最大化されてしまった典型例ですね。そんな厳しい時代を当時の卓球部員たちはどのように過ごしていたのでしょうか。次は彼らの複雑な胸の内を探ります。次は当時の逆風の中で卓球を続けていた人たちの非常に切ない心境についてです。隠れ卓球経験者という悲しい言葉が出てきますが、これも今では考えられないほど肩身の狭い話です。レポートの分析によると、当時は学校や職場で昔卓球もやっていましたと口にするだけで、周囲から失笑を買ったり、変な目で見られたりする空気が確実に存在していました。スポーツの経験って本来は努力の証として誇りに思っていいはずなのに。本来はそうあるべきですよね。でも、自分のアイデンティティの一部である大切な競技が、特定の否定的な形容詞、つまりネクラという言葉で世間に固定化されてしまった。これにより自尊心を深く傷つけられた競技者は決して少なくありませんでした。だから卓球のキャリアをあえて隠す人が増えてしまったんですね。ええ、飲み会などで部活の話になっても、帰宅部でしたとか文化系でしたと嘘をついてやり過ごす。この隠れ卓球経験者の大量発生は、卓球という文化が社会の表舞台から姿を消し、地下へと潜らざるを得なかった状況を象徴しています。まさに言葉による目に見えない呪縛です。しかし、この屈辱的な状況こそが、後に卓球界を動かす強力なエネルギー源にもなるんです。
いつか見返してやるという執念がある大きな改革を生みます。どん底からの反撃ですね。次は卓球界が自ら行ったあまりにも冷静で徹底的な自己分析の内容を見ていきましょう。次は当時の卓球界が直面していた見た目の問題について整理しましょう。彼らはただ嘆いていたわけではなく、なぜ自分たちがネクラに見えるのかを徹底的に分析したんですよね。はい。レポートの比較表にも詳しくまとめられていますが、1980年代の卓球環境には揶揄される隙を与えてしまうだけの構造的な要因が実際に存在していました。具体的にはどのようなポイントが上がっていたんですか？最も大きな要因はやはり色です。当時の卓球台は深い緑色が標準でしたが、これが学校の古い黒板や湿った森のような閉鎖的なイメージを連想させていました。ああ、確かに当時の体育館の隅にある卓球台ってどこか暗い印象がありました。さらにユニフォームの問題もあります。当時は白いピンポン玉が見えやすいように、ウェアはクラン色系の地味なものがルールで義務付けられていました。お世辞にもおしゃれで憧れるというデザインではなかったんです。それに加えて卓球特有の競技性も関係していそうですね。そうですね。ライブドアニュースの分析では、屋内での静かな打ち合いという特性がコミュニケーションの欠如や孤独な作業というイメージを助長していたと指摘しています。これらの視覚的な暗さがタモリさんのネクラという言葉を補強する強力なエビデンスになってしまったわけですね。はい。卓球界はこのビジュアル面での敗北を認め、ここを根本から変えない限り未来はないと確信したわけです。いよいよそのイメージ刷新戦略の第一歩、色の革命について詳しく見ていきましょう。ここからは卓球界による猛烈な反撃の記録です。その象徴ともいえるのが、卓球台の色を劇的に変えた色の革命ですよね。はい。ここはスポーツビジネスの歴史から見ても非常に重要な転換点です。雑学ネタ帳などのソースによれば、日本卓球協会はネクラという負のイメージを払拭するため、競技の顔である卓球台の色を思い切って変える決断を下しました。そこで選ばれたのが、今では当たり前になった青だったんですね。きっかけはカラーテレビの普及に伴る映えへの対応と心理的な爽快感の演出でした。そしてこの無謀とも思える改革で中心的な役割を果たしたのが日本の卓球台メーカー三栄です。世界シェアも高い三栄さん、日本の技術者がここで立ち上がるわけですね。三栄の技術者たちは卓球を再び憧れのスポーツにするために、それまでの常識だった緑色を捨て、目に優しくかつ躍動感を感じさせる鮮やかなブルーの天板を開発するために膨大な施策を繰り返しました。でも単に色を変えばいいってわけじゃないんですよね。ボールの見え方とか弾み方とか競技性も守らないといけない。その通り。そして1992年のバルセロナオリンピック、三栄が作り上げた青い卓球台が公式採用されたことで、それまでの世界の常識が一変しました。日本初のアイデアが世界基準を書き換えた瞬間ですね。次はその青色の裏に隠されたさらに驚くべきハイテク技術について深掘りしましょう。次は卓球台の色の進化、その到達点ともいえるレジュブルーという魔法のような色についてです。2016年のリオデジャネイロオリンピック、ここで世界中の選手と観客を虜にしたのが三栄が開発したレジュブルーです。フランス語で青い瞳を意味するこの色はまさに芸術品でした。なんてロマンチックな名前。でも中身はゴリゴリの科学なんですよね。まさに。取材記事を詳細にチェックすると、この色は単なるデザインの美しさだけではなく、極めて精密な色彩工学に基づいて設計されています。具体的にはどのような工夫が凝らされているんですか？例えば、現在の主流であるオレンジ色のボールとのコントラストを数値的に最大化しています。これにより、時速100キロを超えるような激しいラリーの中でも、選手がボールの回転や軌道を一瞬も見失わないようになっているんです。今の超高速卓球は、この青があったからこそ成立しているとも言えそうですね。さらに驚くべきは、天板の艶消し技術です。光の反射を抑えることで、選手の目にかかる負担を軽減し、心理的な安定をもたらす鎮静効果まで考慮されています。タモリさんに暗いと言われた緑色へのこれ以上ない技術的な回答ですね。はい。日本の職人魂が揶揄を最高のエネルギーに変えて結晶化させたのがこのレジュブルーなんです。次は、この色がテレビ放送の質をどう変えたのか、メディア的な側面からも見てみましょう。
次は今の卓球中継がなぜあんなにかっこいいのか、その裏側に迫ります。レポートによれば、卓球台を青くしたことは放送技術の進化という時代の波にも完璧に合致していました。HD 放送や 4K 放送、さらにはスーパースロー映像といったメディア側のニーズを卓球界がいち早く取り込んだんです。3A の製品開発資料を拝見すると、照明の反射対策が本当に徹底されていますね。そうなんです。従来の緑の台は照明を強く当てると光が乱反射しやすく、特に高画質カメラで見ると映像が白っぽくなってしまう白飛びが課題でした。しかし、レジブリューに代表される現代の台はマットな質感を追求することで、どんな角度からの映像も鮮明に映し出します。だから、ボールの回転まではっきり見えるような、躍動感あふれる映像が実現したんですね。かつてタモリさんが無意識に感じ取っていたテレビ映りの悪さや地味さという弱点を、卓球界は放送技術との親和性を高めることで完全な強みへと転換したわけです。揶揄されたポイントを一つずつ潰して最高の改善項目に変えていく、この姿勢には頭が下がります。このビジュアル改革があったからこそ、卓球は暗い室内競技からエンターテインメント性の高いダイナミックなプロスポーツへと一気にそのステージを上げることができたんです。見た目が整い、人気も実力も上がってきたところで、いよいよ衝撃の1000万円寄付の裏話に移りましょうか。ここからはこの物語の中で最も衝撃的な展開、タモリさんによる1000万円寄付の真実に迫ります。この事態が公の場に現れたのは、運命の発言から実に28年という長い月日が流れた後のことでした。それまでは関係者の間で囁かれるだけの都市伝説のような扱いだったんです。それをリオ五輪のヒーロー水谷隼選手がテレビでさらっと言っちゃったんですよね。そうです。2016年9月25日に放送された TBS 系列の番組、林先生が驚く初耳学での出来事でした。スタジオにゲスト出演した水谷選手が、実はタモリさんが1000万円を日本卓球協会に寄付してくださったんです、と衝撃の告白をしました。私も当時の録画を見ましたが、林先生も含めてスタジオ中が凍りついたようなものすごい空気になっていました。水谷選手が明かしたところによると、タモリさんは過去に自分が放ったネクラという発言が卓球界に損害を与えたことを数十年にわたってずっと気に病んでいたそうです。その贖罪、つまり謝罪の気持ちを形にしたのが1000万円という巨額の寄付だったと、日刊スポーツなどでも当時トップニュースで報じられました。卓球界のトップスターが公の場で認めたことで、ついにこのエピソードは確定した事実として日本中の知るところとなったんです。でもこの寄付、実は協会の公式記録には載っていないという噂もありますよね。次はそのミステリアスな部分を客観的なデータから検証してみましょう。次は1000万円という巨額の寄付の証拠についてです。これほど大きな金額なら、協会の収支報告書に名前が載りそうなものですが、実はここがいかにもタモリさんらしいミステリーなんです。調査によると、日本卓球協会の公式な寄付者リストには森田一記事やタモリという名前は一切見当たりません。じゃあ水谷選手の話は聞き間違いだったんですか？いえ、そうではありません。レポートも綿密な裏付け調査によると、これはタモリさん側が匿名での寄付、あるいは絶対に公表しないことを条件にしてお金を渡していた可能性が極めて高いんです。あえて名前を出さない、徳を積むみたいなことでしょうか？そうかもしれません。当時の協会の専務理事を務めていた星野一郎氏などの幹部層が後年の取材に対してその事実を否定せず、むしろ非常に感謝しているというニュアンスで語っています。内部では周知の事実として大切に扱われていたわけです。自分が言ったことを宣伝材料にするのではなく、静かにそして確実に行動で示す。記録に残して世間にアピールすることを良しとしない彼の美学が透けて見えますよね。自分が言葉が招いた負の歴史に対して人知れず幕を引こうとした。そのタモリさんの沈黙が持つ独特の息の精神、次はその深層心理について考えてみましょう。次はタモリさんがこれほどの美談に対して自分からは一切一言も語らなかったという点にフォーカスします。レポートでも強調されていますが、タモリ氏は水谷選手の暴露の後もこの件に関して「はい、私がやりました」といったコメントを一切出していません。これこそが
彼が標榜する江戸っ子的な粋の精神の極みだと言えるでしょう。普通の人ならちょっとした善行でも SNS でアピールしたくなっちゃうのにコラムでも分析されていますが、彼にとってこの寄付は褒められるための善行ではなく、自分が犯したミスへの正当な支払いだったんです。自分が放った一言が特定の業界に損害を与えたという自覚を30年近くも持ち続けていたんですね。その責任の取り方をメディアの道具にすることなく、あくまで個人的な決着として完結させようとした。その徹底した沈黙こそが、かえって情報の真実味を強め、ネット上で絶大な称賛を浴びることになりました。かっこよすぎますね。自分の発言が持つ影響力の恐ろしさを誰よりも知っているからこそ、そのつながり方もプロフェッショナルだった。はい。この美しい沈黙という結成があったこそ、かつての被害者たちも彼を許すことができたのかもしれません。次は、この一連のドラマをメディアと言葉の力という、もう少し引いた視点から分析してみましょう。ここからは少しアカデミックな視点で、なぜタモリさんという一人の人間の発言がこれほどまでに一つの競技を追い詰める力を持っていたのか、そのメカニズムを探ります。まず重要なのは、1980年代のテレビというメディアが今とは比較にならないほど国民の共通言語を独占的に作っていた場所だったということです。いわゆるビッグ3の影響力が社会のルールのような時代でしたよね。その通り、タモリ、たけし、さんまという3氏が番組で発する言葉は、翌日の学校や職場でそのまま世界の定義として共有されました。レポートの分析セクションでは、これを言葉による支配的権力と表現しています。でもなぜその矛先が卓球だったんでしょう。それは先ほども議論した視覚情報の断片化です。当時のテレビ的な、つまり明るく派手で分かりやすいという基準に照らすと、卓球のストイックな特性は非常にいじりやすかった。そのいじりやすさをタモリさんがネクラという天才的なまでにキャッチーな言葉でパッケージ化したわけですね。そうです。大衆がその表現に同調して笑いが起きたことで、本来は個人の感想だったものが社会全体の共通の認識へとすり替わってしまった。メディアによる揶揄がいかによろたく固定概念という名の呪いに変わってしまうか。この事件はその恐ろしさをまざまざと示しています。次はその呪いを解くために必要だった1000万円という金額の意味について掘り下げます。次は、タモリさんが支払った1000万円という金額が持つ本当の意味について深掘りしましょう。単なる寄付金以上の重みを感じますが、はい、レポートではこの行動を言語責任の厳格な履行と定義しています。これは自分が発した言葉が社会に引き起こした結果に対して、金銭という具体的な価値を持って責任を取るという極めて珍しい事例です。言語責任。言葉の責任を文字通りお金で買うような感覚でしょうか。そうとも言えます。タモリ氏は自分が放った一時の冗談が卓球界に数億円単位の経済的損失や数千人規模の競技人口の減少をもたらした可能性を誰よりも痛感していたはずです。今の SNS での匿名で誰かを叩いて炎上したらアカウントを消して逃げるというような無責任な態度とは正反対に位置する行動ですね。全く違います。彼は30年近く待ちました。卓球界が自村の力で地位を向上させ、世界で堂々と戦う姿を見届け、自分が放ったネクラという言葉が完全に死語になったタイミングで静かにお金を置いたんです。その時間の経過というスパイスが誠実さをより一層際立たせています。過去の若き日の自分を今の自分として総括し、自村が作り上げた無のブランドを資産で相殺する。この文脈があるからこそ、私たちはこの寄付に深い感動を覚えるわけです。さて、言葉の主が責任を果たした一方で、言われた側の卓球界は今どうなっているのでしょうか。次は、彼らの現在の輝かしい地位を見てみましょう。ここからは現在の卓球界がいかに素晴らしい進化を遂げたかという明るい話題です。2021年の東京オリンピック、皆さん記憶に新しいですよね。混合ダブルスでの水谷選手と伊藤美誠選手の金メダル獲得は日本中を熱狂させました。今の日本で卓球はネクラだなんて真顔で言う人はもうどこにもいません。石川佳純さん、平野美宇さん、チ本智和選手。今や卓球界はスター選手の宝庫ですよね。レポートの結論部では、現在の卓球はダイナミックで知的、かつ高度に戦略的なプロスポーツとしての確固たる地位を確立したと断言されています。この奇跡的な V 字回復、タモリさんのあの発言があったからこそという側面も少しくらいはあるんでしょうか。
非常に皮肉な話ですが、その可能性は高いです。タモリ氏による最大級の揶揄が卓球界に変わらなければ滅びるという強烈な生存本能を呼び起こさせたのは否定できない事実でしょう。まさに逆境をバネにするおじねいく展開。もしあの発言がなかったら、卓球台は今も緑色のままだったかもしれません。タモリ氏という強大な壁に挑み続け、ジミラーをアップデートし続けた卓球界全体の執念の勝利と言えます。次は、かつてタモリさんを心から恨んでいた人たちが、この事実を知ってどう変わったのか、その心の変化にフォーカスします。次は、少し個人的で温かいお話です。長年卓球を愛し、守り続けてきた現場の人たちの感情についてです。彼らは本当にタモリさんを許せたのでしょうか。レポートの中には、いくつかの心を打つエピソードが紹介されています。かつて、タモリのせいで自分の青春が否定されたと、何十年も恨み節を語り続けてきた元選手たちの証言です。彼らは寄付のニュースを聞いてどう反応したんですか？驚くことに、多くの人が寄付の事実を知った瞬間に、つきものが落ちたようにわだかまりを解消したそうです。ある元卓球部主将の女性は、長年自分の不甲斐なさをタモリさんのせいにしていた自分をかえって恥ずかしく思うようになったと語っています。タモリさんの誠意が彼らの止まっていた時計を動かしたんですね。まさに謝罪と需要の円環の完成です。一人の人間の誠実な行動が長い年月を経て集団的な負の感情を浄化する力を持っていた。単なる金銭のやり取りではなく、世代を超えた心の救いだったと。はい。そしてこの和解が成立したことで、日本のエンタメ史における一つの大きな棘がようやく抜けたと言えるのではないでしょうか。では、物語の締めくくりとして、この騒動全体が私たちに教えてくれる、もっと大きな教訓について考えてみましょう。物語もいよいよ終盤です。このタモリと卓球という一連の出来事から、現代に生きる私たちは何を学び、何を心に留めるべきでしょうか。レポートの総括部分では、これが単なる芸論界の美談ではなく、巨大な影響力を持つ者が自らの言説に対してどう責任を全うすべきかという現代的な倫理指針を示していると述べています。現代は誰もが発信者になれる時代ですから、他人事ではありませんよね。その通りです。一時の笑いやいいねのために消費した言葉が、誰かの人生やある業界の未来を破壊してしまう可能性がある。タモリ氏は自分が壊してしまったものに対して沈黙と時間をかけた実質的な支援という最も重く最も誠実な方法で向き合いました。一方で言われた側の卓球界もただ被害者としてうずくまるのではなく、自分たちを根本から磨き上げた。そこが素晴らしいポイントです。揶揄をエネルギーに変えた卓球界と、それを見届けて責任を果たしたタモリ氏。この両者のプロフェッショナルとしてのプライドがぶつかり合った結果、日本のスポーツ文化はより豊かなものになった。お互いが本気だったからこそ、この物語はこれほどまでに美しく説得力を持っているんですね。言葉を大切にすること、そして間違えた時にはどう振る舞うべきか、この事件は全ての人へのメッセージになっています。では、まとめに入る前に、改めて調査で明らかになった事実を最終チェックしておきましょう。いよいよ最後の大詰めです。この30分間で学んできた事実根拠をもう一度しっかりとおさらいしておきましょう。はい。主な事実は以下の4つのポイントに集約されます。1つ、1988年8月、テレビ番組「笑っていいとも」において、タモリ氏が卓球に対して「ネクラ」という表現を用いたのは紛れもない事実であること。2つ、その発言が国民的な固定概念となり、実際に部活動の部員激減や廃部といった長期にわたる社会的・経済的な実害をもたらしたこと。そして後半のポジティブな軌跡についても。3つ、卓球界はこの逆境に屈せず、メーカーの3A とともにブルーの卓球台を開発など、ビジュアル面から競技の定義を劇的に書き換えたこと。4つ、2016年に水谷選手によって明かされた1000万円の寄付は、タモリ氏が匿名で数十年かけて果たした言語責任の履行であり、これによって卓球界との歴史的な和解が成立したこと。こうして箇条書きにすると、改めて一つの壮大なサーガを見ているような気分になりますね。これは単なる失言騒動の記録ではなく、四半世紀という時間をかけた一つの文化の再生と救済のドキュメンタリーなんです。
ソース資料を丁寧に読み解くことで、情報の霧が晴れた真実の輪郭がはっきりと見えてきました。それでは最後のパートで私たちの未来に向けた締めくくりの挨拶をさせていただきます。さて、長きにわたってお送りしてきましたタモリ氏のネクラ発言と寄付の真相。いよいよお別れの時間となりました。一人の天才が放った鋭い一言、それによって傷つきもがき、そして自らを変革させた卓球に関わるすべての人々、そして最後に無言で巨額の寄付を投じたタモリ氏の誠意、これらすべてが糸のように重なり合って今の輝かしい卓球界があります。これからは鮮やかなレジブルーの卓球台を見るたびにこの30年間のドラマを思い出し、少し背筋が伸びるような気がします。かつてのネクラという言葉は今や完全に過去の遺物となりました。しかしその苦難の歴史があったからこそ今の卓球には他のスポーツにはないしなやかな強さと洗練された美しさが宿っているのです。言葉は刃物にもなるけれど、その後の向き合い方次第でこんなにも温かな和解という花を咲かせることができるんですね。はい、レポートの内容を深く多角的に理解することで卓球というスポーツ、そしてメディアというものの在り方がより一層深く皆さんの心に残ったのではないでしょうか。本当に今日は素晴らしい旅ができました。ケンジさん、最後まで詳しい解説をありがとうございました。こちらこそ非常に有意義な時間でした。ありがとうございました。それではまたどこか次の物語でお会いしましょう。さようなら。